今回はこの温度調節付きのハンダゴテで側面織りができるか検証してみたいと思います。このハンダゴテはイホアという中国製のハンダゴテで、型番が 926LED3 というものですね。で、これの購入ポイントというのは、温度の範囲が90度から480度まで設定できて、ソフビが焦げない温度にできるんじゃないかなと思いました。ハンダ付け用のアタッチメントがいっぱいついてるんですけども、それはつけておりません。このハンダゴテとっても安くて、Amazon さんで3600円ぐらいで買いました。で、同じように90度から設定できるハンダゴテがもう1種類あったんですけども、それはですね、ここのハンダゴテとちょっと置く部分と、この小手先がついてるんですけど、こちらはですね、こういうハンダを立てるスタンドがついてるんですね。これ、ハッコさんの電熱ペンなんですけど、こちらもですね、スタンドがついていて、これとても使いやすいんですね。倒れないですし、ここにこうバリケートがあるんで、小手先を触ってやけどすることもないので、なので、ちょっとこちらを買ってみました。じゃあ実際に低い温度にして、ソフビが溶けるかどうか、焦げないかどうかっていうのを検証してみたいと思います。ここに温度が出る LED がついてるんですけど、電源を入れるとですね、こんな感じで温度が出て、これなんでこんなに上がるかっていうのが多分、全然温度は上がってないんですけど、なんかぐるぐるってカウントアップするんですよね。で、しばらくしないと熱くならないので、これをですね、3分か4分ぐらい待ちたいと思います。今回の動画を始める前に、前回の検証結果を少しお話ししますと、こちらがですね、最低温度が200度まで設定できるハンダゴテを買ったんですね。最低温度の200度で結構ソフビが焦げるので、それより低い温度が出るハンダゴテを今回購入したんですけども、前回のハンダゴテより設定温度が高いんですね。なぜかこの230度って出てるんですけども、前回のハンダゴテより焦げない温度なんですね。設定温度は230度なんですけど、実際ペン先の温度はちょっと違うんじゃないかなって思ってます。なのでですね、前回の動画をご覧になってくださってる方がこれを見ると、ちょっと前回より温度高いからどうなってんだって思われるかもしれないんですが、実際ヘッドの溶け具合を見ると、この230度は出てないと思われる温度だと思います。では設定温度は230度になってます。結論から言ってしまうと、この230度がとても側微盛りしやすい温度だっていうのが分かりました。ちょっと溶かしてみますね。溶け具合をテストするときに、私は穴を開けるのがよくやるんですけど、この穴を開けた後にですね、ソフビが結構柔らかくなるんですね、周りが。で、これをなだらかにしたり、溶かしたり、凸凹にしたりして、溶け具合っていうのを調べてるんですけど、小手先に側微がこうやって付着するんで、これを放置したまましばらくまた作業をします。ハッコさんの電熱ペンでもそうなんですけども、こういう状態の側微っていうのは、時間が経過すると焦げてきます。前回のハンダゴテは、これがすごい速さで焦げるんですね。このハンダゴテだと意外と焦げないんですね。どれぐらいで焦げるのかっていうのを検証するためにしばらく作業してみます。ちょっと見にくいかもしれないんですけども、小手先の側微が黒くなっているのがわかると思います。ティッシュで拭けばですね、すごいわかりやすいので、ちょっと拭いてみますね。こんな感じ。真っ黒ですね。5分でこれぐらい真っ黒だっていうことは、まだハッコさんの電熱ペンより温度が高いっていうことが言えると思います。200度ぐらいですとあまり溶けが悪かったんですよね。だから210度にしてみましょうか。では210度になりましたので、同じような状態を使って検証してみたいと思います。溶けはするんですけど、とろみというんですか、チーズみたいに溶けないので、もう220度にちょっとやり直します。
はい、220度でやり直します。220度もいまいち溶けが悪い感じがします。チーズがとろっと溶けたような感じにはなりにくいんですね。削った時に隙間がちょっとできちゃうような、そんな溶け方ですね。やっぱり230度がいいんですかね。試しにですね、225度。これにしてみます。はい。刺した時にズボッとなって、小手先に少し底火がつくんで、さっきよりか温度が高くなっていると思うんですが、その5度の違いなのか、本当に10度の違いなのかっていうのは、ここのメモリだとちょっとわかんないんですよね。もう一回同じようにですね、どれだけ焦げるかっていうのを試してみたいと思います。225度で5分ぐらいやったんですけど、先ほどみたいに小手先が焦げてないですね。若干黄色くなってきたんですけども、焦げてはないです。ティッシュが黄色くなってるのが見えると思うんですけど、このぐらいの色ですね。私が電熱ペンでやってる 3.8 ぐらいの時も、このぐらいか、これよりもう少し色がつかないかぐらいのものなので、発光さんの電熱ペンと同じぐらいの温度っていうのが出せるようです。では続いてですね、検証として有効かどうかわからないんですけども、このちっちゃい破片にソフビを持って溶かしていって、どれだけしっかり溶けてるかっていうのを断面切ってですね、見てみたいと思うので、またしばらく持ってみます。約10分ほどですね、持ってみたんですけど、やっぱり小手先は焦げますね。ただ焦げても頻度が少ないっていうか、今10分やってこれだけ焦げて5分ぐらいで焦げなかったんで、このソフビもすごく綺麗に盛れたと思います。指がこれでこれですから、10分持ってこれぐらいが結構限界かなっていう。じゃあこのソフビ片をですね、半分に切ってですね、断面を見てみたいと思います。これはどちらかというとハンダゴテの性能というよりか、私個人のこの丁寧さというかスキルの問題なので、隙間が空いてたとしてもハンダゴテのせいではないんですけど、ちょっと動画だと見にくいかもしれないんですけど、真ん中に気泡が入っているんですが、これは私がですね、もっときっちり溶かせばいいことなので、すごく綺麗な断面図になってると思います。こういう比べ方はこのハンダごとに失礼なんですけど、いつも使ってる電熱ペンと遜色ないソフビ盛りができてるんじゃないかなと思います。今回の検証はこれで十分かなと思うんですけど、温度調節機能付きのこのハンダゴテ、ソフビがしっかり溶けて焦げないっていうですね、微妙な225度という設定なんですけど、このモデルで今私の環境ではその設定にすればソフビが極端に焦げるっていうことがないので、このハンダゴテでもソフビ盛りができると思います。思いますじゃあちょっと面白くないので、次ですね、実際のヘッドを使ってソフビ盛りをして、実際のメイクまでしていこうと思います。そうすれば、発光さんのものと遜色ないものなのかどうかっていうのがわかると思いますので、次回の動画、またお楽しみにしていただければと思います。今回購入したハンダゴテについていたセットがこれです。ピンセット、ハンダの小手先5つですね。あとこれですね、電子部品をこうやって挟んで留めるっていう、そういったものと、あとここにハンダゴテの小手先を冷やすスポンジですね。あとハンダを吸い取る、これなんていうんですか、スポイトがついてます。いろんな小手先がついてるんですけども、標準でついてるのは確かこの細いやつですかね。こちらの平たいものに変えてるんですけど、これが多分一番風味盛りやるんだったらやりやすいかなって思います。後で加工できるかっていうのをちょっと試してみようかと思います。この3600円のハンダゴテで電熱ペンができればですね、コウさんの電熱ペンのコストの半分以下になるので、気軽にソフビ盛りができるかなって思うんですけども、ちょっと注意点があるというのが、中国製なので、
何か事故があった時に結構大変であるっていうのと、Amazon のレビューを見るとわかるんですけども、いきなり電気が入らないとかですね、初期不良があって、それの返品したりとか、そういったことの煩わしさが発生する可能性があるので、そういうですね、トラブルもあらかじめ想定しておかないと、この動画で3600円で安いよね、やってみようって思っても、意外と安く収まらなかったっていうこともありますし、これはあくまでも中国製で、製品の品質っていうのは保証されてるのかもしれないんですけれども、出た結果についてですね、保証はしてくれないので、例えば感電、火事ですね、こういったものがあったとしても、なかなかやっぱり企業にそれを保証してもらうっていうのは難しいと思うので、5000円ぐらいのコストダウンにはなるんですけど、日本製を使った方が私は安心じゃないかなと思います。ただですね、レビューで火事になったとか、そういったことは書いてないので、安心して使えるものだと思います。ということで、次回ですね、本物のヘッドを使って、ソフビ盛りしてメイクまで仕上げてみようと思いますので、ぜひ、お楽しみにお待ちいただければと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。